こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回から複数回にわたってスイッチやアクセスポイントに接続してきたユーザーやエンドポイントを認証する IEEE802.1X 通称 .1X を紹介します。この動画ではユーザー名、パスワード認証の際に使用されるピープを解説します。.1x は有線 LAN や無線 LAN におけるユーザー認証の規格で3種類の要素から構成されます。エンドポイントにインストールされている .1x 用のソフトウェアであるサプリカントが接続した有線 LAN スイッチやサプリカントが接続したアクセスポイントが帰属している無線 LAN コントローラーであるオーセンティケーター。認証の際にオーセンティケーターが問い合わせる認証サーバーであるオーセンティケーションサーバーが存在します。.1x では EAP と呼ばれるプロトコルを使用してサプリカントとオーセンティケーションサーバー間で認証を実施します。サプリカントとオーセンティケーター間では、イーサーネットフレームで EAP パケットをカプセル化してやり取りします。イーサーネットフレームで EAP パケットをカプセル化したものを EAPOL、EAP オーバーランと呼びます。オーセンティケーターとオーセンティケーションサーバー間では、ラディウスの EAP メッセージアトリビュートバリューに EAP パケットを格納してやり取りします。EAP は様々な認証方式をサポートしており、今回はこちらの PEEP Protected EAP を解説します。勘違いしている方をよく見かけるのですが、PEEP はユーザー名パスワードを使用した認証という認識は間違っています。PEEP は最初、オーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を使用して、サプリカントとオーセンティケーションサーバー間で暗号化されたトンネルを作成します。暗号化されたトンネルの確率には TLS が使用されます。そして、この暗号化されたトンネルの中で、サプリカントのユーザー名、パスワードを使用して、サプリカントを認証したり、サプリカントとオーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を使用して、お互いを認証したりします。実際の認証の前に、暗号化されたトンネルを確立するためのピープをアウターメソッドと呼びます。そして、暗号化されたトンネルの中で、実際の認証の際に使用するプロトコルをインナーメソッドと呼びます。インナーメソッドには、サプリカントのユーザー名、パスワードを使用する MS チャップ V2 や、サプリカントとオーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を使用する EAP-TLS が存在します。ここからは .1x のメッセージのやり取りを見ていきます。オーセンティケーターはサプリカントから EAP パケットを受信すると、その EAP パケットをラディウスのアクセスリクエストに格納して、オーセンティケーションサーバーに転送します。一方、オーセンティケーションサーバーは、オーセンティケーターに対して、ラディウスのアクセスチャレンジを送信します。アクセスチャレンジは、サプリカント側に応答を要求するメッセージになります。
また、この後、複数回やり取りされるラディウスメッセージを同一セッションに紐付けるために、アクセスチャレンジのステートアトリビュートバリューには、セッションを識別するための ID が格納されます。オーセンティケーターは、アクセスチャレンジを受信後、内部から EAP パケットを取り出し、サプリカントに転送します。そして、オーセンティケーターは、再度 EAP パケットを受信すると、アクセスリクエストに EAP パケットを格納して、オーセンティケーションサーバーに転送します。この際、ステートアトリビュートバリューにセッションを識別するための ID を格納します。では、もう少し具体的な動作を見ていきます。サプリカントはネットワークに接続後、EAP のスタートと呼ばれるメッセージを送信します。オーセンティケーターは EAP スタートを受信後、EAP のアイデンティティリクエストをサプリカントに送信し、ユーザー名などのアイデンティティを要求します。サプリカントはユーザー名などのアイデンティティを格納した EAP のアイデンティティレスポンスをオーセンティケーターに返信します。オーセンティケーターは受信した EAP パケットをラディウスのアクセスリクエストに格納してオーセンティケーションサーバーに転送します。オーセンティケーションサーバーはアイデンティティを受信後、認証で使用する EAP の方式をアクセスチャレンジに格納し、オーセンティケーターに送信します。オーセンティケーターは受信したアクセスチャレンジから EAP パケットを取り出し、サプリカントに転送します。この時点で、オーセンティケーションサーバーから提示された EAP の認証方式と、サプリカントに設定されている EAP の認証方式が一致している場合、認証処理が開始されます。もし異なる場合、サプリカントは自身が使用したい認証方式を格納したレガシー NAC を返信します。オーセンティケーションサーバーはサプリカントから要求された認証方式を格納したアクセスチャレンジを送信します。そして、オーセンティケーションサーバーから提示された EAP の認証方式とサプリカントに設定されている EAP の認証方式が一致したため、認証処理が開始されます。実際の認証の際も、今までと同じように EAPOL と Radius を用いて EAP パケットをやり取りします。そして、認証処理が完了し、認証に成功すると、オーセンティケーションサーバーは、オーセンティケーターにアクセスアクセプトを返信し、オーセンティケーターはサプリカントに EAP サクセスを返信します。認証に失敗すると、オーセンティケーションサーバーは、オーセンティケーターにアクセスリジェクトを返信し、オーセンティケーターはサプリカントに EAP フェイラーを返信します。デモに入る前にもう一つお伝えしたい情報があります。オーセンティケーターからオーセンティケーションサーバーに転送されるラディウスのアクセスリクエストには、サプリカントが有線 LAN の .1x 認証で接続してきていることを示す情報が格納されます。有線 LAN の .1x 認証の場合、サービスタイプアトリビュートバリューにはフレームド、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはイーサーネットが格納されます。
では、今から実際にアウターメソッドに PEEP、インナーメソッドに MS チャップ V2 を使用してエンドポイントを認証してみます。まず、ICE のインターナルユーザーズに認証用のユーザーアカウントを登録します。アラードプロトコルでは、エンドポイントが使用可能な認証方式を指定します。今回、アウターメソッドの PEEP とインナーメソッドの MS チャップ V2 を有効化する必要があります。ポリシーセットのルールでは、PEEP、MS チャップ V2 が有効なアラードプロトコルを指定します。オーセンティケーションポリシーでは、.1x 認証は2つ目のルールで処理されます。2つ目のルールのコンディションの Wired802.1x、ワイヤレス 802.1x は ICE 側で事前定義されているコンポーネントになります。Wired802.1x の条件では、サービスタイプアトリビュートバリューがフレームド、NAS ポートタイプアトリビュートバリューがイーサーネットであることが確認できます。オーサライゼーションポリシーでは、認証に成功したエンドポイントに対して、リザルトとしてパーミットアクセスを割り当てます。ちなみに、オーセンティケーションポリシーのルールで使用されていた Wired802.1x などは、ポリシーエレメント、コンディション、スマートコンディションで定義されています。Wired802.1x をクリックすると、詳細な条件が確認可能です。スイッチ側では、まず、ラディウスサーバーを定義します。そして、AAA オーセンティケーション .1x コマンドを使用し、.1x 用のオーセンティケーションリストを定義します。また、スイッチ全体で .1x を有効化するために .1x システムオースコントロールコマンドを設定します。そして、サプリカントが接続してくるインターフェースに2つのコマンドを設定します。オーセンティケーションポートコントロールオートコマンドはインターフェースで認証を有効化するためのコマンドです。.1x PAE オーセンティケーターコマンドはこのインターフェースをオーセンティケーターとして動かすためのコマンドです。エンドポイント側では有線 LAN の .1x 用のサービスが動いている必要があります。左下の検索バーにサービス図と入力し、サービス図を起動します。そして、Wired Auto Config が動いていることを確認します。次に NIC で .1x を設定する必要があります。対象の NIC を右クリックし、プロパティをクリックします。そして、オーセンティケーションタブをクリックします。オーセンティケーションメソッドで EAP の認証方式を指定します。今回は PEEP を指定します。
そして、オーセンティケーションメソッドのセッティングをクリックします。ピープでは、暗号化されたトンネルを確立する際、オーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を使用します。サプリカントにおいて、オーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を検証する場合、Verify the server's identity by validating the certificate をチェックします。そして、オーセンティケーションサーバーのデジタル証明書を検証するための CA のデジタル証明書をチェックします。Select Authentication Method では、PEEP のインナーメソッドを指定します。今回は MS-CHAP V2 を指定します。次に、Select Authentication Method の右横の Configure をクリックします。認証用のユーザー名に不要な文字列が追加されないようにチェックを外します。そして OK をクリックします。もう一度 OK をクリックします。次に Additional Settings をクリックします。Specific Authentication Mode をチェックし、ユーザーオーセンティケーションを指定します。次に、セーブクレデンシャルをクリックします。PEEP の MS-CHAP V2 で使用するユーザー名とパスワードを入力し、OK をクリックします。そして2回 OK をクリックし、変更内容を保存します。では、エンドポイントをスイッチのポートに接続してみます。スイッチでは、Show Authentication Session Interface コマンドで、エンドポイントの .1x の認証結果を確認可能です。今回、ユーザーアリスが接続しており、かつ .1x 認証が成功していることが確認できます。アイス側のライブログでは、より詳細な内容が確認できます。右側のステップでは、エンドポイントとアイス間のやり取りの詳細が確認可能です。オーセンティケーションプロトコルでは、アウターメソッドに PEEP、インナーメソッドに MS-CHAP V2 を使用していることが確認できます。では、PEEP の際にやり取りされたパケットのキャプチャーを見てみます。まず、エンドポイントはスイッチに対してEEP スタートを送信します。スイッチは EEP スタートを受信後、エンドポイントに対してアイデンティティリクエストを送信します。エンドポイントはユーザー名を格納したアイデンティティレスポンスを返信します。スイッチはエンドポイントから受信した EEP パケットをラディウスのアクセスリクエストに格納して ICE に転送します。また、アクセスリクエストのサービスタイプアトリビュートバリューにはフレームド、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはイーサーネット、すなわち有線 LAN の .1x 認証であることを示す情報が格納されていることが確認できます。ICE はアクセスリクエストを受信後、アクセスチャレンジを返信します。このアクセスチャレンジの
ステートアトリビュートバリューには、今後のやり取りを同一セッションに紐付けるための ID が格納されています。また、ICE 側が使用したい EAP の認証方式が格納されていることも確認できます。今回は EAP-TLS が格納されています。スイッチは受信したアクセスチャレンジから EAP パケットを取り出し、エンドポイントに転送します。エンドポイントは今回 PEEP を使いたいため、レガシー NAC を返信します。このレガシー NAC には自身が使いたい認証方式である PEEP が格納されます。スイッチはレガシー NAC をアクセスリクエストに格納して ICE に転送します。ICE はレガシー NAC に格納されていた PEEP を認証方式に指定してアクセスチャレンジを送信します。そしてスイッチはアクセスチャレンジから EAP パケットを取り出しエンドポイントに転送します。この時点で ICE から提案された認証方式とエンドポイント側で設定されている認証方式が一致したため、実際の認証処理が開始されます。最初、PEEP では TLS により暗号化されたトンネルを確立するので、エンドポイントはクライアントハローを EAP パケットに格納して送信します。このクライアントハローはアクセスリクエストに格納されて ICE まで転送されます。そして ICE はアクセスチャレンジにサーバーハローを格納して応答します。最終的に認証が成功すると ICE はアクセスアクセプトを返信します。このアクセスアクセプトには EAP サクセスが格納されます。また、有線 LAN では関係ないのですが、無線 LAN においてアクセスポイントと無線クライアント間の通信を暗号化するためのベースとなる鍵がマイクロソフト用の VSA に格納されます。アクセスアクセプトを受信したスイッチは、エンドポイントに対して EAP サクセスを転送し、.1x 認証が完了します。最後、まとめになります。PEEP には、アウターメソッドとインナーメソッドが存在します。アウターメソッドでは、サプリカントとオーセンティケーションサーバー間で暗号化されたトンネルを確立します。そして、暗号化されたトンネルの内部で、インナーメソッドを用いて、実際の認証を実施します。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方は、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。